こんにちは、レッドです。今回の動画は WPL ジャパンの動画ですね。この C54、あとは C54 の1、C54 の-1っていうんですかね。の、このボディキットについての解説動画になります。まず今回の動画ですね。ちょっと組み立て系になるので、ちょっと長めになってしまうんですけれども、ですね、今回は大きく分けると4つになりますね。まず、そもそもボディキットって何っていう、ボディキットとはっていうところと、この C54 と C54 の1っていうのがあるんですけど、この違いについて。あとは C24 か C14 の、シャーシを使ってこのボディのキットになるので、例えば、これですよね。これは C24 の1ですけど、C14 または C24 または C24 の1、この3種類のうちのどれかのこの RTR モデルが必要になるんですね。ボディだけを交換するんで、例えばこの車だったらこのボディだけを取り外して、でボディキットをここに組み付けるっていう形になるんですけども、そもそもじゃあこの取り外し方っていうところをご説明させていただいて、で4つ目、最後ですね。実際に C54 および C54 の1、このボディの組み付け、組み立てと組み付けですね。これを実際にですね、作業しながら解説をさせていただければと思います。でまず早速なんですけど、ボディキットとは何ですかっていうところで、ご説明させていただくんですけれども、まずこれがボディキットになるんですね。もしご購入いただいた場合には、これがお手元にある状態っていう風になるんですけれども、箱に似てるんでちょっと分かりにくいんですけど、これが C54 のボディキットで、こちらがこれですね。こちらが C54 の1のボディキットになります。見た目はかなり近いんですが、一旦 C54 を開けてみましょうか。このボディキット中にはこんな感じでボディだけが入ってるんですよ。まさにボディキットっていう状態なんですけど、例えばこれバンパーとかグリルとかが入ってますよね。でこれがボディ本体ですよね。でこれ後で開けていきますけど、開けると中に内装だったりとかっていうのがあるんですけど、シャーシは入ってないんで、その点はご注意ください。もう本当にボディパーツだけですよと。で先ほどのような C1424 または C24 の1のボディを外して、その外したボディの代わりにこれを取り付けていただくっていうのが前提になります。以上がまずですね、これはボディキットですっていう説明になります。はい、では続いてですね、 C54 と C54 の1、こちらの違いについて説明させていただきます。これはもう完成品を見ていただくのが早いと思うので、こちらが、ちょっと塗装もしちゃってある状態ではあるんですけれども、まずこちらが C54 になります。で、すいません。ちょっとこれデモカー的な感じなんで、ホイールとタイヤも変わっちゃってるんですけど、もちろんここはベースにした車体のホイールとタイヤになりますので、その点もご注意ください。で、ちょっとボディの方を見ていただくと、こちらが C54 ですと。で、まず、こちらが C54 の1なんですけど、ライトが違いますよね。これちょっとイエローに塗っちゃってますけど、これは、未塗装の状態だとクリアパーツになりますが、こっちが4灯になりますよね。でこっちが2灯。ヘッドライト、グリルの形状が違うと。あとはバンパーですね。このバンパーの形状も違います。で、C54 の1はさらにここにガードがついてます。これですよね。これがこんな感じでついてるんですよ。で、そのガードが C54 はないと。全体的にこっちがシンプルな感じで、こっちがかなりカスタマイズされたようなイメージの車体になります。であとはこのルーフキャリアですね。これが C54 の1はこんな感じでルーフキャリアがついていて、で C54 はこんな感じでルーフもシンプルな感じになってますね。あとはリアをちょっと見ていこうと思うんですけど、リアはそんなに変わらなくて、バンパーは一緒です。で、このタイヤがついてる感じも一緒です。で、この
ちょっと一体パーツにはなるんですけど、さっき見ていただいたこのルーフキャリア、ここからつながって、これですね、このはしごがついてるっていう形になります。ここがまあそんなにリアは変わりはないんですけど、一応違いというところになります。その他は基本的には同じですね。まあどっちも同じシュノーケルがついてますし、この辺りは同じで、付属するステッカーも共通になります。ただ、貼り付け方がちょっと今回この参考モデルはちょっと違う貼り付け方になってるだけなんですけど、付属するシールは全く同じものがついてきます。で、まあ、ご自身で好きなところに貼ってくださいっていうような感じですね。はい、以上がこの C54 と C54 の1の違いになります。続いて、では実際にもう組み立てと組み付けをしていこうかなと思うんですけれども、最初にご説明させていただいた通りで、まずベースの車両が必要になります。で、今回はこの C24 の1、これをベースに組み付けていきたいと思います。で、まずですね、ここにバッテリーとか入ってる場合は、バッテリーは抜いといてください。で、もうボディを外していくんですけれども、もう他の動画で見ていただいている方は結構もう簡単にできちゃうと思うんですけど、まずここですね。ここのネジ。で、ここと間違いやすいんで、間違えないように、こっちじゃなくて、こっちですね。こちらを外していただいて、反対側も一緒ですね。ここを外していただいて、今2箇所外して、全部で4箇所なんですけど、まず。3箇所目。ここですね。このネジ。ここを外してください。で、4つ目が、こちらですね。反対側ですね。ここを外してください。で、今、4箇所外したところでもう、フロント側のこのボディですね。ここが、こんな感じでもう、カパカパになってると思うので、この状態から外していくんですが、まあ、フロントをちょっと持ち上げる感じで、で、ここから手を入れて、こうやってやると外れるんですけど、今ここを押さえてたって感じですね。ちょっとここを押さえながら、こう上に持ち上げてあげれば、ここが引っかかってる場合があるんですけど、ちょっとそのあたりを意識しながら外していただくと、こう簡単に外れると思います。で、これで今、もうフロントが外れましたので、あとはリアですね。で、そうそう。これ、C14 をベースにされる方は、C14 あるかな。これ、すいません。これ塗っちゃってあるやつですよ。C14。これをベースにされる方は、今の4箇所のネジは一緒なんですけれども、さらにここですね。ここのネジ。このネジも外してください。で、あと手順は一緒ですね。で、続いてリア部分。ここはもう、C14 も一緒です。で、今回は C24 ですけど、3箇所。ここですね。まず1箇所目がここを外して、で、2箇所目はこちらになります。こちらを外していただいて、で、3箇所目は反対側ですね。こちら側も同様にネジを外してください。これでもうリアが荷台の部分ですね。ここが外れます。で、あとは、このデッキと、このグリルとバンパーですね。これを外していきます。このあたりも C14 も、まあ、同じような感じなんで、問題なく外せるかなと思いますが、一応ここのネジですね。ここ外して、あとは、ここですね。ここの2箇所。ここを外していきます。これで、デッキですね。ここが外れて、一応ここの LED も外しておいてください。こう簡単に抜けると思うので、こんな感じで外しちゃってください。一旦ですね、もうこれで、シャーシだけになったっていう状態なので、もう、シャーシは一旦これで置いておきます。で、あとはボディの組み立てをして、ここに組み付けていくっていう作業になります。
今回の動画の4つ目の作業ですね。ではいよいよですね、このキットの方開けて組み立てていきたいと思うんですけれども、で今回はこの C54 の1、こちらを基本に動画の方ですね、説明を進めさせていただきますが、この C54 と54の1っていうのは基本もちろんほとんど一緒なんですね。ほとんど一緒なんですけど、その違いっていうのが取説の、この取説がこうあるんですけど、一番右上のここの欄のこの下の部分、ここを見ていただくと C54 の1カスタムエディションに付属するカスタムパーツっていう欄があるんですけれども、ここが違いになるんですね。で C54 に対して C54 の1がこのパーツが余分についてくるっていう形なんで、実は C54 の1で C54 をそのまま作るっていうのも可能なんですね。なので C54 はもちろん C54 しか作れないんですけど、 C54 の1の方はこの追加パーツを仮にですね一切使わなかった場合にはC54 になるっていう感じになります。で今回のご説明では基本 C54 の1を作っていくんですけれども、要所要所で C54 の場合はこうなりますっていうところはもちろん説明加えながらですね、進めさせていただきたいと思いますのでお願いします。まずですね、この、一番上の部分、この部分にパーツ一覧っていうのがあるので、こちらですね、一通り揃っているかっていうのは最初に確認をお願いします。で組み立て自体は2段目からですね、ここからですね、ここから組み立てをしていきます。最初は全部開けちゃった方が楽かなと思いますね。はい、まずこちらがもう、ボディ本体というか、これがメインのボディの部分ですね。でこんな感じでガラスが入ってます。でこちらが内装ですね。この C54 内装が結構よくできてて、もうシートが全部こんな感じで再現されてるって感じになります。こちらがインパネですね。このメーターとか内装が再現されていて、これがこの辺りにこうつくという感じですね。あとはこれがデッキ部分ですね。中のデッキ、これがこのシャーシのここにこうつくって感じですよね。あとこちらがクリアパーツ類、テールレンズだったりウィンカーレンズだったり、ヘッドライトのパーツだったりっていうのが一通り入ってます。でこれがですね、僕も最初なんだと思ったんですけどこれ実は C54 でちょっとボンネット開けづらいんですよ。でこうボンネットをこう開けるときに使うツールが一応入ってます。であとはこちらが C54 専用のスプリングも入ってます。これがですね、ノーマルの C1424 のバネに対してちょっと柔らかめのものが入ってます。でこちらが C54 の1のグリルだったり、このごっついバンパーだったり、このサイドのガードですね、ガードだったり、それに付随するクリアパーツ類ですねが一通りこう入ってるという感じになります。あとこれもそうですね、 C54 の1についてるっていうものになります。これがルーフラック、リアのゲートのはしごと一体型になってますね。こんな感じのが入ってます。あとはこのシールですね。こちらは WPL ジャパンオリジナルのシールが、日本国内版って感じですよねのシールがついてます。あとはこれか、ネジ類ですね。はい、ではここから実際に組み立てていきたいと思います。まずボディにですね、ボンネットなんですけど、もう最初からついてますよね。で、取説だと取り付けてくださいって感じになってるんですけども、最初からはまってると思います。裏側こんな感じですけど、でこのボンネットなんですけど、正直開けるの結構きつくてですね、普通にここから開けようとすると結構開けづらいんですよ。なぜかっていうと、ここの爪ですね、この爪がここなんですけど、こう後ろ側からこう指で押してあげれば簡単に開くんですけど、これ組み立てた後にこう開けようとすると正直かなり硬いんですよ。でおすすめのここ対策としては、
早速対策の話で恐縮なんですけどこの爪をですねちょっと削っておいてあげると開け閉めがすごく楽になります。この横から見ると今この画面で言うとここに爪がありますよね。でこう爪が横から出てきてこうちょっと引っかかるようになってるじゃないですか。でこの引っかかりの部分をヤスリでもいいですしデザインナイフでもいいですし、あとは彫刻刀とかでもいいと思うんですけど、それでかなり強気に削っちゃっても走行中に開いてしまうってことはまずないと思いますので、もしですね余裕のある方というかできる方はぜひこの時点でここを爪を削ってあげて開け閉めがしやすいようにしておいていただくとすごくいいんじゃないかなと思います。今回もちょっと実際やってみましょうか。このボンネット、やっぱり外した方が作業しやすいと思うので、ここですね、ここがはまってるんでここを外してあげて、でここの部分ですね、今回ちょっとニッパーでやってみますか。結構いっちゃって大丈夫です。これもちろん全部取っちゃうと締まりがかなり悪くなっちゃうんで良くないと思うんですけど、ニッパーで今大まかに削って、でちょっとカッターでさらにちょっと削って、でちょっとヤスリで整えるって感じでやってみますね。ちょっと一回試しにつけてみます。だいぶ柔らかくはなりましたけど、これでもちょっと硬いぐらいかな。もうちょっと削ってあげてもいいと思います。この辺りなんて言うんでしょう、好みというかご自身でのこれぐらいがいいかなっていうところはご自身でですねちょっと良ければ削っていただいて、何度か開け閉めしながらちょうどいいところを探っていただけるといいかなと思います。はい、今ですねこれもうかなり落としてちょっと画面で見づらいと思うんですけど、この爪の部分ですね、ここをもう正直ほぼ凸部分出っ張ってる部分をもうほぼそぎ落としたってぐらい落としました。でここは個人の好みがあると思うので、この開け閉めの強さの部分ですね、僕の場合はもう本当にちょっと引っかかるぐらい、パチッとも言わないぐらいですね。今ちょっと言うかちょっとパチッっていうぐらいで簡単に開け閉めができるように僕の場合は調整しましたという感じです。ここちょっと大変かもしれないんですけど、バッテリーを積む箇所がこのボンネットの中に C54 の場合ですね、このボンネットの中にバッテリーを搭載する形になるので、開け閉めの頻度は結構高いですので、結構納得いくまで調整していただいた方が後々いいんじゃないかなと思います。で続いてルーフなんですけど、ルーフの部分のパーツなんですが C54 の場合はこれですね、これをつけるんですけど、これ左右がありまして、裏を見ていただくと R と L って書いてあるんですよ。で R をこっち側、この車体が今こうなってたら、これ今 R ってここに書いてあるんですけど、これをこちら側に取り付けます。で実際にこれもう取り付けてみると分かるんですけど、ちょっと違う向きでつけてみましょうか。仮に向きが間違ってた場合にこんな感じでぴったり合わないんですよ。こんな感じでぴったり合わなくなるんですよ。でその場合は向き間違えちゃったなっていうのでちょっと斜めになってるんで、これを反対にこうしてつけていただくとここがぴったり合うと思うので、ちょっとそこだけ気をつけながら
取り付けていただくといいかなと。でもこれ圧入するだけなんで、押し込んではめるだけですね。C54 の場合はもうこれだけです。で、これが C54 の1の場合、これはもう簡単、逆に簡単ですよね。ここにこれをこう押し込んで取り付けるだけです。こんな感じ。これが C54 の1の場合ですね。ただこれ正直ですね、最後に取り付けても一緒なんで、ちょっと取説だと最初につける感じになってますけど、今回ちょっと作業しやすくするためにあえて最後に取り付けるようにしようかなと思います。なので一旦外しちゃいますね。で、続いてガラスを取り付けていきたいと思います。このガラスは、ここにもうこうはめ込んでいただいて、こうはめ込むこと自体はもう形の通りなんでそんなに難しくはないと思うんですが、ちょっとここの部分ですね、ここはコツが結構いるんですよ。ここをもう今これでもう全部すっぽりはまったように見えるんですけど、実はここに爪がついていてカチッとはまるようになってるんですね。で、ここを結構きついんですけど、形状をよくこの形状をよく見ていただいて、でちょっと持ち上げるようにしながらここに爪を引っ掛けてください。しっかりと。ちょっと慣れないときついかもしれないですけど、こうちょっと持ち上げながら引っ掛けてあげるって感じですね。ここ今しっかりはまったんですけど、ここですね、ちょっとすいません、今パチッと音が出ればよかったんですけど、ちょっとスムーズにはまりすぎてパチッて言わなかったんですけど、こうギューッと押してってこうパチッとはまるような形になってるじゃないですか。ここをしっかりこれ今見えるかな、ここ今しっかりはまってますよね。この状態になるようにしっかりはめ込んでください。で、ここクリアパーツなんであんまり無理するとやっぱり割れやすいんで、このガラスの方ですね、そこだけちょっと注意しながら丁寧にはめ込んでください。はい、ではこれでガラスの取り付けができましたので、続いてワイパーを取り付けていきましょうか。ワイパーはこちらですね、ランナーについてるんで、ニッパーを使って切り取っていただいて、使うのはパーツは4つついてると思うんですけど、実際に使うのは3つですね。なので1本、ワイパー1本は予備部品として取っておいてください。で、まず前に2つですね、ここにこれは押し込んでつけていただくだけなんですけど、たまにですね、一応これもコツっていうほどじゃないんですけど、たまにこれがちょっと反っちゃってる場合があるんですよ、こうやって。で、その収まりが悪い場合はこの向きで、こうつきますので、この部分に対してこういう向きですよね、こういう向きで少しだけ曲げてあげてから取り付けていただくと、収まりが良くなるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。で、こちらも同様に取り付けていただいて、あとはリアガラスのところですね、こちらも同様に、ここははめ込むだけなんでしっかりとはめ込んでいただいて、こんな感じですね。こんな感じで取り付けてください。で、ここどのワイパーもそうなんですけど、結構緩い状態でこれで良しとしてしまう場合が、このどの部分のワイパーもそうなんですけど、意外とこうしっかりグッと押し込まないと緩くて取れちゃう場合があるので、こんな感じでしっかりこれぐらいははめ込まれてるような状態ですよね、になるようにご注意ください。では次にハンドルですね、ハンドルを取り付けていきます。このダッシュボードにもうここですよね、ここに穴が開いてますので、ここにハンドルを差し込んでいただくとこんな感じになります。で、続いてこれをここですね、ここにこう入れるんですけど、
よく見ていただくと、ここが出っ張ってるじゃないですか、ここの部分で。ここの出っ張りの部分を、ここにガイドがあるので、ここに沿って差し込んでいただくっていう感じになります。反対側ももちろん同じですね。ここにこううまくガイドに沿わせて、こうスポット入れていただく。で、ここがこんな状態になりますね。で、あとはこれをボディに収めていただくんですけど、まあここにネジ穴がそれぞれこことここですねにありますので、その辺りが合うようにしながらこうはめ込んでいただきつつ、でボンネットのここのヒンジの部分の押さえにもなるような感じなんで、ちょっとその辺り意識しながら、そんなにはめ込み難しくないと思うんですけど、こんな感じで収めてください。で、あとはナンバー2のネジですね。ナンバー2のネジを使ってネジ止めをしてください。このネジは WPL で一番使われてるサイズのネジですよね。一番メインっていうか。で、いつもお伝えしてるんですけど、この WPL に限った話じゃないんですが、これぐらいのラジコンのネジはあんまり強く締めすぎると、特に相手側が樹脂の場合はネジ穴を舐めてしまうので、ほどほどにっていう感じですね。だんだん締めていって、明らかに必要なトルクが強くなった時、きつくなった時に、その辺りから少しグッと締め込んでおく程度でやめておくっていう風にしておきます。はい、これで内装の取り付けが完了しました。以上でまずこの部分が終わった状態ですね。で、このルーフのパーツだけは後回しにしたという感じになります。で、続いて外装パーツですね。これちょっと細かいんですけど、そんなに難しいところはないと思います。もうこの取説の通りに取り付けていくっていう感じになりますね。で、この辺りからこのシールが出てきますね。このシールの貼り付けですね。要所要所しながら作業を進めていただく形になるかと思います。もちろん塗装今回はしないんですけど、塗装をするよっていう方はもちろん不要になる部分もあると思いますので、そのあたりはお任せしますけども、未塗装でこの特にウインカー周りですよね。テールランプとかこのウインカーレンズとか、このあたりを塗装ではなくてシールでやられるっていう方は、先に貼り付けながら組み立てが必要になるという形になります。で、他の動画で詳しく解説はさせていただいているんですけれども、この WPL のシールって、ちょっと、特殊っていうほどでもないんですけど、そんなに日本では特に馴染みのないタイプのシールになっていて、この、概要欄にもそのシールの貼り方っていう動画すでに過去に上げていますので、そちらのリンクは一応貼っておくので、よければそちらを見ていただければと思うんですけども、一応こちらの動画でも簡単に説明させていただくと、これが3層になってるんですよ。で、一番上に透明なフィルムがついていて、それは使わないんですね。で、その透明なフィルムとこの裏側の台紙の間にシール本体が挟まれてるっていう感じになります。ちょっと実際貼ってみましょうか。例えばこのウインカーレンズの中に貼るオレンジ色のシールなんですけど、これ上がですね、こうちょっとすいません、画面で見えづらいかもしれないですけど、ここですね、こう剥がすと分かりますか？これ一番上が透明なフィルムで、その間にこうシール本体っていうかがあるんですね。なので一旦この貼る場所によって様々やり方あると思うんですけど、ここは細かい場所なんで、もうこの上のフィルムはちょっと一旦剥がしちゃいますね。今このフィルムを剥がしました。で、この
シール本体ですね。これを台紙から剥がしました。で、今回の場合、ここですよね。ここにこれをこんな感じで貼り付けます。で、このシールかなり強力なんで、こう、間違えちゃったって言って、ペタッと貼り付けちゃうと、ちょっと貼り付いたぐらいだったら、また剥がせますけど、結構ベタッといっちゃうと、剥がすときに破れてしまったりするんで、ちょっとそこだけご注意ください。で、ちょっとよくわかんないなっていう場合は、この付属するシールが結構余分にいろいろついているので、これ使わないよなみたいなシールをですね、ちょっと試しに剥がしていただいて、もちろんこの C54 付属のシールじゃなくて、例えば C14 とか C24 ご購入された際に付属していたシールの方でも試していただいてもいいんですけど、今回初めてシールやるよっていう方は、ちょっといらないやつで一回どんなもんかっていうのを試していただいた方がいいかもしれないです。で、こっちも同様ですね。この上の透明なフィルム部分だけ先に剥がして、で、下のシール本体ですね。ここをこう丁寧に剥がしてあげて、で、ここに貼ると。こんな感じですね。じゃあ、このちょっとシール貼ったんで、ここのクリアパーツをつけていきましょうか。これですね。このクリアパーツですね。ここがですね、特にちょっと折れやすいんで、細いクリアパーツですので、ちょっと無理な力を加えると折れてしまうことがあるんで、そこはご注意ください。さらにですね、ここちょっと左右があるんで、例えばこのレンズですね、これをこちら向きとこちら向きで形状が異なるので、そこもご注意ください。よく見ていただくとですね、ここの両サイドに爪がついてると思うんですけれども、この爪が大きい方と小さい方があるんですよ。ちょっとすみません、画面だと分かりにくいかもしれないんですけど、実物を見ていただくと分かると思います。この両サイドについている爪が大きい方とちっちゃい方があると。で、この本体の方も穴を見ていただくと、大きく広がって特に上下の幅ですね。上下の幅が、こちらが大きく広がっていて、こちらがちょっと狭いんですよ。で、これを目安に、それぞれ大きい爪を大きい穴、小さい爪を小さい穴に入るように組み付けてください。で、一応、より入りやすい方向でっていうのでいくと、今この大きい爪、ここですね。ここが大きい爪なんですけど、この大きい爪の方から、外側ですよね。外側から入れていただいて、内側をこうパチッと入れていただくような感じでいくと、折ってしまうような失敗はないと思います。反対側も一緒ですね。外側が大きい穴になってるんで、このクリアパーツの大きい方の爪を入れていただいて、で、内側のちっちゃい爪を入れていただくと。こんな感じですね。で、この時に折ってしまうパターンとしては、ちょっと一回外しますね。この時にちょっと折ってしまうパターンとしてはですね、この上下のここにちょっとバリみたいのがあって、それが引っかかっているのにこうグッと押してしまうと、テコの原理みたいな感じで真ん中がパキッといっちゃう時があるんで、その点だけご注意ください。でもしここら辺にバリがあってうまく入らないという場合は、ちょっと削っていただくのが安全策かなと思います。なのでこのはめる時も、ここを押すっていうよりは、ちょっと外側の大きい爪の部分入れた後に真ん中をこうちょっと押しながら、こう均一にはめ込んでいっていただくようなやり方が安全かなと思います。続いてグリルですね。グリルの取り付けになるんですけれども、今回は C54 の1
で組み立てていくんで、この4灯の仕様の方ですね、こちらを使っていきたいんですが、なのでちょっとその前に C54 の方の説明だけさせていただくと、説明って言ってもそんなに難しいことはないんですが、このグリルですね、こちらが C54 の方になるんですけれども、こちらは、このクリアパーツですね、これを使うんですけど、まずこのクリアパーツですね、これを取り付けるのは、形状を見るとどっちにつけるというのは全然わかると思うんですけど、シールですよね。シールがもし使われる場合はこれになります。これを左右それぞれ貼り付けていただいて、これがこっちですよね。で、こちらがこちら側になるんですけど、これももちろんお好みで特にルールはないので、クリアレンズ仕様がいいなっていう方は別に貼り付けなくてもそのままこれをこう取り付けていただくっていうのでいいんじゃないかなと思います。この辺は好みなんで、貼りたいなっていう方は貼っていただいて、ここをオレンジにするっていう表現も全然ありかなと思います。で、ここもですね、形状が若干複雑なんで、この注意点としては、この棒になってる部分ですね、ここをしっかりとそれぞれの穴の位置確認しながら、この棒がこうそれぞれこうまっすぐ入るような形で力を入れてあげてください。こんな感じですね。今回はシールなしでやってみましたけど、こんな感じになります。個人的にはこっちの方が好きかな。はい、どうでもいいですね。すみません。で、これをそのままここにこうはめ込んでいただく。前からこう刺すだけです。で、今回はちょっとこれは置いといて C54 の1、こちらの方で進めますね。で、こちらはそれぞれ別体のクリアパーツになってるんで、まずライトからいきましょうか。で、ライト4灯ありますけど、使うクリアパーツの形状は全部一緒なんで、4つですね。まずこのパーツ、これを切り出します。はい、こちらですね。こちら今4つ切り出しました。で、もうこれはそれぞれはめていくだけですね。ここに穴がそれぞれあるんで、そこに合わせてはめていくだけです。で、上下左右とかも特にないので、それぞれはめていくだけです。一応しっかり奥まではまっているかっていうのだけは確認していただいた方がいいかなと思います。やっぱりここもクリアパーツなんで、折ってしまうっていうことだけ気をつけながら作業していただくといいかなと思います。はい、これで今ライトのレンズが4つ入りました。で、あとはこのコーナーマーカーですね、ここをつけていきます。もうこれですね、こちらはこのパーツですね、このパーツをつけていきます。これは左右あるんですけど、はまるようにしかはまらないと思うんで、それぞれ左右ですね、形見ながら取り付けてください。こんな感じですね。こんな感じです。で、この辺りも、塗装環境あるような方は、ぜひ塗装レンズだけとかでもいいと思うのでしていただくとよりいいかなと思います。一応ご参考までに、この C54、こっちのグリルを例えば色を塗るとこうなりますっていうので、これですね、こんな感じに、これはクリアオレンジで塗ったんですけど、ここのレンズも塗ってありますけど、こんな感じですねになるんで、これもご参考までにって感じで、よかったら塗ってみてください。で、あとはこちらの4灯の方も一応色を塗るとこんな感じになりますっていうご参考までにっていうので、こんな感じで、中に入れてあるレンズはクリアイエローで塗ったらこんな感じになりますと。で、横のウインカーレンズですねはオレンジ、クリアオレンジで塗るとこんな感じになりますっていう、こんな感じですね。ついでにここですね、ここもクリアイエローで塗った状態がこんな感じになります。はい、ではここのグリルはもうここに収まるようにはめ込んでいただくだけという感じですね。
はい、まあこんな感じですね。で続いてドアノブはめていきましょうか。ドアノブはこれですね。これを切り出していただいて、で一応向きなんですけど、正直どうでもいい部分かもしれないんですが、一応ちょっと細かいところなんですが、この鍵穴みたいなのが表現されてると思うんですけど、一応これを、車の進行方向に向かって後ろ側になるように取り付けてください。今これここに右下に鍵穴の丸い穴ちっちゃいのがあると思うんですけど、それが右下に来てる状態です。こちらも同様ですね。で反対側もこれ今ネジ穴を表現してある丸い穴が左下に来てます。こんな感じです。ここは簡単ですね。で続いてウインカーレンズ、この部分のやつですよね。ここを取り付けていきましょうか。これも同じくランナーから切り出していただいて、これですね、このパーツですね。これも左右上下特にないので、ここにはめ込むだけです。こんな感じですね。こんな感じです。でここもですね、結構この C54 っていうモデルはディテールが細かく再現されているので、せっかくだったら塗装環境塗れる方は塗っていただいた方がより良くなるかなと思います。一応塗るとこんな感じですね。結構変わりますよね、やっぱり。これがクリアオレンジと艶消し黒ですねで塗ってあるっていう感じなんですけど、こんな風にできます。はい、では続いてテールライトですね。テールライト、ここですよね。ここをつけていきます。ここはもうそんなに形的にこれだって感じの形してると思うんで問題ないと思うんです。これですね。このパーツを使います。これですね。でここも塗装ではなくてシールでやるよっていう方はこのシールですね。このシールを使う形になります。ここも多分形的に面積的に大きくはないので、シール単体で貼り付けちゃうパターンがやりやすいんじゃないかなと思います。もちろんピンセットとかあればそれでやっていただくのがやりやすいと思いますけどね。これはここですよね。ここにこんな感じで貼り付けていただいて、反対側も一緒ですね。このフィルムからは剥がした状態でこれ結構破れやすいんで気をつけてください。こんな感じですかね。はい、こんな感じで一旦シールを貼り付けた状態でそれぞれ左右形状を見ながら取り付けていただくと、ここもやっぱりクリアパーツなんであんまり無理すると折れちゃうと思うんで、そこは気をつけてください。一応上からはめ込んで下を続いてこう入れ込むっていう順序で、特に割れずにはめ込むことができているので、よければ上からはめ込んでいただくっていう方が安全かもしれないです。はい、これでここのクリアパーツも取り付けができました。では続いてサイドミラーですね。サイドミラーを取り付けていきます。サイドミラーこちらですね。こちらをつけていくんですが、これも一応 R と L っていう刻印があるので、 R は右側ですね。なので、こっち側ですね。こっち側につけて L っていう方はこっちにつけるという感じになるんですけど、これミラーのパーツがあるのでそれを先にはめ込んでいきます。これがミラーのパーツですね。金属のこういうものが入ってると思うので、これをはめ込んでいきます。でこれ片面見ていただくと、片面には白いフィルムが貼ってあるので、これを剥がしていただくと、中がピカピカのミラー状になっているんで、それを表にしていただくっていう形ですね。ちょっと剥がしてみますね。これ剥がすと、これを
白いフィルムを剥がすとこうピッカピカの面が出てくるんで、これを表にすると。で形見ていただきながら、はまる方にしかはまんないんですけど、このピカピカの面を表にしながらここにはめ込んでいただくと。でこれかなりきついんでちょっとはめ込むの大変なんですけど、一応はめ込みの手順としては、今画面に向かってこの向きでいくと、この下ですね、下側を先にはめ込んで、ちょっと一回取りますか。一応うまくいきやすい順序としては、この下側から先にこうはめ込んでいただいて、で上側を押し込むって感じ。こんな感じですね。であとはここ多分実際にやってみると分かると思うんですけど、しっかり奥まではめ込むのってちょっと大人の男性とかでも手の力だけだと結構きつかったりすると思うので、特に工作とか不慣れの方、もちろんほとんどいないと思うんですけど、女性の方とか、あと、お子さんか、しっかり力が入れにくいなっていう場合はちょっと若干荒っぽいんですけど、ちょっとはめ方としてなんかこの付属パーツの中見ると、このいらないパーツ入ってません？これがこんなのが入ってると思うんですけど、これをですね、このはめづらい部分、今だったら下を先にはめて上を後からはめ込んでるので、上がはまりが悪い場合があると思うんですよ。でそのあたりにめがけてこれをこう当てていただいて、こんな感じで、これペンチですね、ペンチでこう挟んでください、一緒に。でちょっとギュッギュッってやると、すいません、これちょっと荒っぽいやり方なんで自己責任でやってくださいねって感じになっちゃうんですけど、こんな感じでギュッギュッって押してあげるとめっちゃ奥まで入ります。こんな感じで。で反対側も一緒ですね。反対側もこのフィルム剥がしていただいて、でこの下側ですね、下側からこうはめ込んで上をギュッと押さえ込むと。ではまりが悪い場合はそのはまりが悪い部分にめがけて、このいらないパーツがついてたと思うんで、これをちょっとこう押し当てつつ、ペンチでちょっとギュッギュッと押し込んであげると。はい、これでミラーパーツが圧入できたんで、それぞれですね、左右に、これはこっち側ですね、これははめ込み式なんでパチッとはめるだけです。こっちも同じですね。しっかり奥までギュッとはめ込んで、一応こうガタというかしっかりはまってるかなっていうところは確認していただいて、これで一旦ですね、この取説のこの部分、この4のところですか、4のところのこの上の部分ですね、ここが完成っていう感じですね。では続いてこの下の段、ここの組み付けを進めていきたいと思います。すいません、今よく見たらライトのレンズここでしたね。いっか、さっきつけちゃってるんでここは飛ばしますけど、それ以外の部分ですね、組み付けの方進めていきたいと思います。でここで1個ちょっと難しいところがあって、このリアバンパーですね、このリアバンパーの取り付けなんですけれども、取り付け自体はこう取説にある通りで、ここにこうはめ込むんですよ。でここにネジ穴がありますよね。そこにこのバンパーも同じくネジ穴がそれぞれ開いているので、こうねじ込むんですけど、ここなんですよね。ここにこの出っ張りをこう入れるような形になるんですけど、こんな感じですね。でここをこう押し込んで奥まで入れたいんですけど、ここが実はちょっとはめ込みがきつくてですね、でうまく入らないなっていう場合は、こちら側のこの出っ張ってるところを半分ぐらい切っちゃった方が入りが良くなります。ちょっとじゃあ今切らない状態でやってみますけど、切ってない状態でこうグーってかなり力を入れて押すんですけど、なかなか入らないんですよ。で一応
強く押せば入るんですけど、かなり力が必要っていうのと、あとあんまり無理するとですね、この受ける穴の方がちょっとひびがパキッと入っちゃったりすることがあるんで、良ければですね、ここ切るっていう対応も一つ方法としておすすめなんで、参考にしていただければと思います。今ここ半分ぐらい落としちゃいますね。半分ぐらい先を切り落とした状態なんですが、その状態でここですよね、ここの3箇所合うようになってるんで、ここ合わせてあげて、でその状態でここをグッと入れてあげると、こんな感じでぴったり入りますので、反対も一緒ですね。逆側も同じようにして、はめ込みづらいかもしれないですけど、反対側も同じようにして、こんな感じでぴったりと収めてあげてください。で、あとはナンバー2のネジですね。ナンバー2のネジを使って、ここ3箇所あるんで、この3箇所それぞれネジ止めをしてください。はい、これで今3箇所ですね。こことこことここをナンバー2のネジ3つ止めたっていう状態です。さっきすいません、ここ半分に切るって言ったんですけど、ちょっと半分切りすぎすいません、半分もう切っちゃった人ごめんなさい。半分はちょっと切りすぎかもしれないです。3分の2ぐらいを残すような感じで、3分の1を切り落とすぐらいの方がいいかもしれないですね。ちょっとそこは個体差とかももしかしたらあるかもしれないんで、若干ですね、ちょっと様子見ながら3分の1ぐらいを切り落として、それで入れば OK っていう感じで、入りづらかったら、ちょっともう少し切り落としてっていうような感じでやっていただくのがいいかもしれないです。あとはまっすぐ切り落とすっていうより、ちょっと竹槍みたいな感じで斜めにこう切り落としてあげた方が入りやすいかもしれないです。はい、これでリアバンパーですね、こんな感じで取り付けが完了という状態になりました。では続いてスペアタイヤ取り付けていきましょうか。スペアタイヤがこちらですね、とホイールがこちら付属していると思いますので、これはこう一旦はめ込んでいただいて、普通のタイヤの組み立てと一緒ですね。しっかりはめていただいて、こんな感じで、これ結構硬いんですけど、これがハードタイプですね。この付属しているのがハードタイプで、ちなみになんですけど、この V4 タイプっていうホイールとタイヤそれぞれ V4 タイプなんですけど、これオフィシャルサイトの方で販売してると思うんですね。でそれはソフトタイプなんでこんなに硬くないです。もっとプニプニっとしたゴムでできたソフトタイプっていうのは別途販売しておりますので、よければそちらもこの車体にですね組み合わせて使っていただくといいんじゃないかなと思います。これですよね、このタイヤ、これがソフトタイプなんでかなり柔らかいです。これはちょっと硬いんですけど、こっちは柔らかいです。でこの車体の取り付けなんですけど、まずですねこのパーツをこう見ていただくと四角と丸になっていると思うんで、それをここに形状を合わせて見ながらこうはめ込んでいただいて、ネジ止めですね。ここはナンバー1なんで頭が小さめのネジですね。で同じくこのタイヤもここにはめ込んでナンバー1のネジですねを使ってネジ止めしていきます。こんな感じです。続いてこちらのナンバープレートですね、これも取り付けていきます。でこれがですね、一応向きとしてはこの出っ張りがある方が上になるんですけど、これもシールが付属しているので、こちらですね、この4種類か、この4種類のうちどれかを貼り付けていただいて、それからここに取り付けるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で今回は C54 の1なんでどうしましょう、これにしておきましょうか。で今回のような場所って
なるべくズレのないように貼りたいじゃないですか。ちょっとその場合どうすればいいかっていうので、ご参考に、一例っていう感じで貼り付け方ですね、ご紹介させていただきます。ちょっとすいません、さっきこれでいきましょうかって言ったんですけど、切りづらいんでちょっとこっちでいきますね。これをまず、ある程度形を合わせた感じで切り取っちゃうんですよ。で、この上の部分ですね。この上の部分だけ、かなりギリギリで、ちょうど線の外側ぐらいをこう切ってあげて、で、これでいくと、どこか半分ぐらいを切っちゃうんですね。台紙だけを切る。これをちょっとめくって、今こんな感じでちょっとめくって、この台紙ですね、台紙を3分の1ぐらいかな、今切り落としました。で、ここにですね、こんな感じかなっていう場所に、こっちは今台紙を切り落とした側ですよね。こっちはちょっと浮かせた状態だと、貼り付けてない状態でこう動かせるじゃないですか。でこれでちょっと動かしてあげて、この辺かなっていうぴったりなところをこう合わせてから一回貼っちゃうんですね。で今度は残った方の台紙を剥がしてこうピタッと貼ると。そうすると大きなズレなく貼れるんじゃないかなと思います。でもちろんこの状態だとまだ透明なフィルムが残ってますので、それは剥がすと。最後にですね、こんな感じでやっていただくと、ちょっとこういうの貼るの苦手な方はですね、やりやすいかなと思います。で、あとはこれをここにパチッとはめ込むっていう感じですね。こんな感じです。で、今、あと何があるんだろう。シュノーケル取り付けて、ここの部分終わりですね。で、このシュノーケルなんですけど、こうはめ込んでいただいて、で取り付けるという形になるんですけど、ここは結構取れやすいんで、気になる方は接着剤とかで使ってですね、固定しちゃうっていうのもいいんじゃないかなと思います。であとここに穴がありますので、ここにはめ込んでいくって感じですね。はい、こんな感じで取り付けができました。はい、でこれでこの取説の4のところですね、ここが終わったっていう状態で、続いていよいよシャーシへの取り付け、この5のところですね、5のところに移っていくんですけれども、ここでまずですね、最初の方に出てきたこのシャーシですね、このシャーシがまた登場するんですけれども、ちょっとすいません、これ今改めて取説見るとちょっと小さいんですけど、ここにスプリングの交換ですねをもしされる場合はしてくださいっていうのがあるんですけど、交換する場合はもうこの状態、今この状態ですね、この状態でしていただくのがいいかなと思います。ボディを乗せてしまうと、当然スプリングの交換はできなくなってしまうので、そのスプリングっていうのがこちらですね、この C54 にはソフトタイプのスプリングが付属してくるんですよ。でこちらをこの、お好みに応じてって形にはなるんですけれども、ショックですよね、このショックアブソーバー、ここの中に入っているスプリングと交換すると、このストローク、ここに対してのこのスプリングの効きっていうのがですね、柔らかくなるっていうのがあるので、よければ交換してお試しくださいという感じですね。でこの交換の仕方としては、この状態であれば結構簡単で、この上のキャップといいますか、上からこう押さえてるパーツがあるんですけど、これを外してあげるんですね。で見ていただくと、両側こう爪に引っかかっているような感じになっているので、ここを外してあげるんですが、あんまり強く広げてしまうとこれが折れてしまうので、ちょっとその点だけご注意ください。でちょっと外してみますね。こんな感じで両側の爪をこうちょっと広げてあげて、広げすぎるとここが折れてしまうので、
そこはご注意くださいと。で、今もう出てきてますけど、このスプリングですね。これを、4本全部交換するならしていただいてっていう形になります。で、入れるときは逆の作業ですよね。こう入れてあげて、で、さっき外したところを、またこうパチパチと取り付けてあげるという感じになります。こんな感じですね。はい、これで今4箇所全部変えたっていう状態です。ではここからですね、またこちらの取説に従って作業を進めていきたいと思うんですが、これはちょっと申し訳ないんですけども、ちょっとやっぱり分かりにくいんですよね。順番が複雑っていうか、でもここに番号振ってある通りなんですけど、この1番っていうのが、まずこのデッキですね。このデッキをこう写真取り付けて、で、さらにボディを取り付けてくださいという流れになります。で、デッキつけます。ボディつけます。で、2番のところが、そのボディを取り付けた後に、このアンダーガードを、アンダーカバーっていうのかな。下にカバー取り付けるんですけど、それを取り付ける。で、最後、この丸3っていう、ちょっとちっちゃいんですけど、丸3って書いてあるとこあると思うんですけど、これがバンパーの取り付けになります。でちょっとこの手順でやっていきますね。まずこのデッキなんですけど、この C14 って、このボンネットの中に走行用バッテリーを搭載しますので、この走行用バッテリーをつなげるためのコネクターですね。これをまずここに通してあげます。ちゃんとバッテリーが接続できるようにしておいてください。で、ここの2箇所ですね。ここの2箇所を、こことここが、ここの2箇所ですね。支柱というか、ネジを留める穴が来てると思うんですけど、ここに合わせてあげる。で、これちょっと合わせるの難しいと思うんですけど、この辺りからこう中を覗きながらうまく合うようにしてあげるとはまるかと思います。で、ここはナンバー2のネジですね。頭が大きいタイプ。こちらのネジを使って留めていきます。で、この時に今回この LED ヘッドライトですね。これもそのまま流用していこうと思いますので、ただ2灯なんで、今回4灯じゃないですか。なんで2灯しかつけれないんですけど、このまま残していきたいと思います。なので配線もちょっとちゃんと出ているか、こんな感じで出ているかっていうのは気にしながら、これをデッキですね。これを取り付けてください。はい、これで今2箇所止めましたと。で、続いてボディですね。で、この時に、このコード、配線が変なところに行ってしまわないように、ここに通して、これちょっと出しとくみたいな、こんな感じがいいんじゃないかなと思います。で、ここで合わせていくのが、ここですね、このリアの、ここに、これを合わせる感じですね。こんな感じで合わせてあげると、自然と全体もかっちりはまると思うんで、あと見ていただくのはここかな。この横のネジ。これ C14 だとか C24 の時も止めてた部分だと思うんですけど、ここも合っているかっていうのを見ながら、で、あとはここですね。ここと、ここですね。ここもネジ穴が向こう側に行くようになってるんで、合っているかっていうのを見てあげながらボディを合わせていきます。で、この状態で、どこからでもいいんですけど、この横からいきますか。ここからネジで留めていきます。ここのネジは、これですね。この長さが長くて、頭もすごく大きいタイプ。これ取り外す時にも同じネジだったんで大丈夫だと思うんですけど、ナンバー3かな。ナンバー3のネジですね。反対側も一緒ですね。
でこの辺りのネジ止めも相手が樹脂なので、あまりにも強く締め込んでしまうとネジ穴を舐めてしまうので気をつけてください。で続いて後ろ行きましょうか。ここですね。で続いてこちらがナンバー2のネジですね。頭が大きいタイプのネジですね。止めていきます。はい、これで5箇所かな。今5箇所止めて、ボディが一旦しっかりついた状態になると思います。で、続いてこちらですね。このアンダーカバーっていうパーツですね。これを取り付けていきます。で、この時にですね、この LED の、電球の部分、ここを先に、このヘッドライトのパーツの裏側ですね。この裏側にはめ込んであげます。すいません。今ちょっと画面に映しながらはめるの難しかったんではめちゃったんですけど、ここですね。外側の、この、こっちから見ると、この外側の2頭にはめ込みました。で、これですね、もともとついてる LED を、強く押し込みすぎると、このライトのパーツがポロッと取れちゃうと思うんですよ。ちょっとやってみると分かると思うんですけど、なのでちょっとその辺すみませんが、バランス見ながらこう押し込みすぎるとここが出てきちゃうんですよ、こうやって。なのでその場合はちょっとこっちから逆に押し戻してあげて、程いいところで止めておくって感じで、しておいていただければと思うんですけど、でちょっとこのライトがですね、どうしても構造上深く入れるのが難しいので、もしポロって取れちゃうのが気になるなっていう方は、この時点でまた対策としてはゴム系のG クリアとかあるじゃないですか。ああいうゴム系のボンドを、使って留めておいていただくっていうのがいいんじゃないかなと思います。でこの状態でちょっと配線に気をつけながらこれをここにはめるんですね。でライトの配線はここの溝を通してあげる感じがいいと思います。ここですね。このちょっとうまく映すの難しいんですけど、ここにちょうど入っていける溝がこう開いてると思うので、ここに壁がありますよね、こっち側に。でこっち側にも壁があると思うんですけど、この角の部分が開いてると思うので、この角から中に入れていってあげるようなイメージで配線していただくといいんじゃないかなと思います。でこの状態でこれをこの R って書いてある方がこっちですね。ここにこんな感じでこううまく収まると思うんですよ。多分入れてみるとこううまく収まると思うんで、ここに溝なんかも切ってあるんではまるように、ちょっとこの辺見ながらこのように収めてあげてください。でここはナンバー1のネジですね。頭がちっちゃいやつですね。これで留めてあげます。で反対側も一緒ですね。ちょっと配線にこう変に挟んでしまったりしないように気をつけながら、ここですね、ここにこれをこうはめ込んで、こんな感じですね。この状態でナンバー1、頭の小さいネジですね。これで留めていきます。はい、今こんな感じになったと思います。で、ここまで来たら、これは中に収めておいてもらっていいんじゃないかなと思います。で、あとはバンパーですね。で今回の場合は、このブルバータイプのバンパーをつけていきたいと思います。で、ここにレンズをはめるところがあるので、これ先につけちゃいましょうか。これ上下も特にないので、この両側のところですね、穴が開いてると思うんで、ここにはめ込むだけですね。こんな感じです。で、あとはここに2個穴が開いていると思うので、ここにめがけて
ここですね、ここをはめ込んでいく感じです。で同時にここですよね、ここにこの2つのネジ穴にここですね、ここが合うようにしてはめ込んでください。こんな感じですね。で一旦こっち先に止めちゃいましょうか。ここは全部ナンバー2ですね。頭の大きい方ですね。で最後ここなんですけど、ちょっとアクセスが難しいんですけど、こんな感じでドライバー入れてもらって、ちょっと締めるの難しいかもしれないんですが、こんな感じでちょっと頑張ってネジを締めてください。でこっちも一緒ですね。ちょっと締めづらいと思うんですけど、こんな感じでネジを締めてあげてください。ここあまり締めにくかったらフロントタイヤを外していただいた方がやりやすいかもしれないですね。はい、こんな感じで取り付けができました。はい、では続いてこのステップですね、これをつけていきます。でこれも裏側見ると LR があるので R が右側ですね。でこの進行方向に対して R が右側なんで、こちら側ですね。裏から見ると R って書いてある方がこれが前なんですけど、ここにこうつく感じですね。でここはナンバー1のネジなんで、頭が小さいタイプのネジですね。この2箇所で留めていきます。で反対側も同じですね。はい、こんな感じで取り付けが完了しました。であとは作業しやすいようにずっとつけずにいたんですけど、こちらですね、こちらのルーフキャリアをつけていきます。で上をしっかりこう4箇所全部奥まで押し込んでから、最後にこのはしごの根元ですね、この爪を、ここに溝があるのでここに入れてあげる感じですね。こんな感じです。であとはライトパーツですね、これをここにはめ込んであげて、これ穴がいっぱいあってちょっとやりづらいと思うんですけど、それぞれしっかりはめ込んであげて、でこれができたらここですね、ここの穴にはめ込んであげます。すいません、キャリア取り付ける前につけた方がやりやすかったかもしれないです。はい、こんな感じで取り付けができました。あとすいません、これがありましたね、フェンダーガード。これをつけて終わりかな。これ一応左右あるんで、この状態で取り付けられるように取り付けてあげてください。ここですね、ここをこうはめ込んで、こうしてから、ここですね、この部分ですね、ここをはめ込むと、こんな感じになります。で反対側も同じですね。ここをはめて、ここをはめ込む、こんな感じですね。はい、というわけでこれで一通りボディの組み立てとシャーシへの組み付けですねが完了したっていう感じになります。こんな感じですね。であとはバッテリーの搭載に関してなんですが、なんかこんなのついてたと思うんですよ。なんか青い棒みたいなやつ。これでちょっと C54 めっちゃかっこよくて出来もいいんですけど、ボンネットが開けづらいっていう弱点がありましてこういうのがついてるんですね。で
よく見ていただくと、このボンネットの真ん中に若干溝が切ってあるんですよ。でここにこれをこう当ててもらって、こう引っ掛けてもらうと開けることができるので、でこれが一番最初の方にあったここの爪ですね。この爪のかかりが強すぎるんで、今これ十分簡単に開く状態にはなってますけど、もし今この時点でキッズっていう状態でしたら、この爪のところですね、削っていただいて、この爪のかかりをあえて甘くしておいていただくと取り扱いがしやすいんじゃないかなと思います。で、C54 の1で組み立てられた方は、今この時点でこのルーフバーとグリルとバンパー、これが余ってる状態にはなると思うんですけど、これまた良ければ気分で取り替えてもらったりとかしていただいてもいいんじゃないかなと思います。とシールですね。シールこんな感じでいろいろ余ってると思うんですけど、もちろんこれはご自身でですね、ここに貼り付けようというところで自由に貼り付けていただければと思いますので、一応参考までにこんな感じで塗装もしてシールも貼ったっていうような状態のものがオフィシャルサイトの方にもですね掲載されてますので、よければそういうのも参考にしていただいて、こう今回白いステッカーとかもつけてるんで、こうガラスに貼ったりとかしてもかっこいいんじゃないかなと思います。はい、では、今回の動画ですね、組み立ての動画だったんでどうしても長くなってしまったんですけれども、お疲れ様でした。ではまた何かご質問とかあればコメント欄でですねご質問いただければと思います。よろしくお願いします。それではご視聴いただいてありがとうございました。